はーい、コアルケミ、しのつきルミネがお届けする DDLC 配信第4回となっております。このドッカーンです。ドッカーンって言いたかった。ドッカーン実験開始。はーい、こんばんは。ダニエル・スイさん、こんばんは。こんばんは。来てくれてありがとう。さあ、今日もやっていくよ。というわけでね、前回までのあらすじを軽く説明すると、前回、ついにですね、1周目のエンディングを迎えまして、僕はね、この、なつきちゃんね、ピンクの髪の子を攻略してたんですけど、その途中で、ちょっとね、こっちの幼馴染のさゆりちゃんが、ちょっと心身不安定だよっていうことが判明しまして、で、あえなく僕は救うことができなかったんですね。はい。で、こうなりましたという。いや、この絵面さ、やっぱり何回見てもきついね。っていうのもさ、やっぱ僕たちって、絵をさ、すごく大事にしてたりさ、自分自身も、2D の平面2次元のね、体だったりするわけじゃないですか。それがね、こう、バラバラで切り刻まれてるって、なんかこう、まるでさ、こう、バラバラ死体を見せられてるみたいな気持ちに若干なるんですよね。ちょっと心理的負担がこの絵面ね、強いんですけれども。言っていきます。風越さよりはいたんだそこにいたんだよ、確かにノー僕だけはさよりのことを忘れないで生きていこうと思います。I never forgot さより。はい。では、いきます。マイドリップさんもはい。久々ですね。本日は2週目やっていこうと思う。さよりわからないんじゃないんですよ。みんな知ってるでしょ。もうやめてください。僕だけはさよりのこといつまでも覚えてるから。というわけでね、前回さ、このロードゲームがさ、ここいっぱいあったのに空っぽになっちゃったんですよね。なんか、存在しませんとか、キャラクターファイルが壊れていますとか言われてさ、あれ本当に悲しかったし、しんどかった。なんか人生ってやり直せないんだなって。そう思いながらさ、さゆりのいない2週目を今進めてます。辛いです。ロードしたら一応ヒストリー見ましょう。オッケー。じゃあね、ここ2週目の最初の詩を読むターンかな。そこで今止まっておりますので、そこから始めていこうと思います。ヒストリーね、どんな感じだったかな。ミステリー読むつもり。ミステリーか。ミステリーなのかな。とりあえずね、また文芸部に入ったんですよね。なんかさよりがいなくっても結局なんかこうなんだかんだ成り立っていてしまってるっていうところ、同じように時間が過ぎていってるっていうのがねちょっと悲しいんですけど。というわけで文化祭までにあと一人見つけないのといけないとかいう話をねしてましたね。そういえばね、夏希かな、夏希がちょっとパパとの関係性が若干ちょっとおかしそう、悪いっていうね、そんな雰囲気でしたね。はい、というわけでじゃあ今回もいや今度こそさ、僕は夏希と幸せになりたいんです。はい。こちらのね、ピンク髪のキュートな、ロリっぽい、このキュートな子をね、攻略していくべく進めていきたいと思います。よろしくお願いします。攻略とかいう概念、本当にあるのかな。いいでしょう。ね。きっと、夏希が喜ぶような詩を書いてみせるよ。じゃあ行きまーす。じゃあね、うさちゃんに、この中だとどれでしょうね。ゲームとの音量バランスとかどうですかね。これぐらいでちょうどいいかな。ちょっと大きいかな。どうだろう。若干聞いてたら大きいか。こんぐらいで。ごめんね。違うんだ。よいしょ。よいしょ。行きましょう。平和とか、陽気。よし、オッケー。スカート。よし。ぴょんぴょん。子犬。ふわふわ。ハート。音
慮ちょうどいいよ。オッケー、ボーイもオッケー。Thank you。ありがとう。夏希が好きそうなロマンス。いや、どうだろう。ロマンス、希望、眩しさとか。よし。だんだんね、夏希のこともよく分かってきておりますね。ピュア。エントロピーじゃないな。泡とかバレンタインとかが好きそうだけど。チョコレート、ロリポップ。気まぐれ、バラ、晴れ。気まぐれかな。アウチ。まあまあまあ、ここのね、一味さはまあ大した違いにはならんでしょう。夢、しゃあないしゃあない。喜び、ファンタジー、微妙かな。喜び、待って。よりに行ってしまう。まあ。なんかあんまりハッピーな感じの単語が笑顔とか。よし。きらめき。愛らしい、キャンディー、スキップ、あんま、今のってさよりじゃない？聞いてないんだけど待って、聞いてないんだけど今のリボンつけてたよね。さよりじゃないか。何今の、心臓飛び出そうだったんだけど。ノートの落書きみたいな感じじゃない？秋田明吹さん、どうも、コハルケミありがとうございます。来ていただいて。はい、コハルケミです。ヤミさんも来てくれてありがとうございます。ジュンさんも Good evening. Hi. Happy streaming. So today's stream is no happy. I'm so nervous because this game is so crazy. ちょっとね、だいぶ心臓ハラハラなゲームなんですけど、ハッピーにできるかな？頑張ります。さて、では進んでいきましょうか。何だったんだろう、今のは。じゃあ、読んでいきますね。ミネくん、今日も来たのね。すっぱかされなくてよかったわ。いや、そんな心配するなって意外かもしれないが、これでも俺は約束だけは守るタイプなんだよ。そんなこんなで俺は文芸部へ戻ってきた。俺が最後に来たようで他のみんなはとっくにのんびりとしていた。なんでユリまでなんで他の子にも侵食が嘘でしょ。約束を守っていただきありがとうございます。背景近づいてない？背景近づいてる？背景どうなんだろう。わかんない。前回と比べてみないとちょっとわかんないかも。This is かわいいドキドキラブスチムレーションゲーム。No! You're a liar! ちょっと可愛いだけのゲームじゃなかったよっていうことはもう知ってしまったから、近づいてるかな？どうだろうね。ユリがあなたに気苦労を背負わせてないといいのですが、馴染みがない文学の世界に突然飛び込ませているようなものなので。音楽なんかちょっと不気味ななんかメロディーをたまに刻まない？たまに音外れるよね、BGM。普通に2周目できるんじゃないの？なつき読めないよ。もうやだよ、普通の心で進められないよ。ちょっとずつ傾いてる。確かになんかちょっと傾いてる。なんか平行感覚がおかしくなるかも、見てると。
もう何よ、甘やかす必要なんてないでしょ。最初だってモニカに連れてこられないといけなかったんだし。あんたはここに来てただダラ過ごそうと考えていいのかもしれないけど、真面目にやらないのならここで過ごす時間もそう長くないと思います。BGM 気持ち悪い。すっげえ気持ち悪い。モニカ何？モニカそんなところから出てこないで。縮尺や隠れてて読めないんですけど。次は何が起こるのかちょっと細めで見てる今。そんなゲーム的な出方してこんでもろって VTuber じゃないんだから。結構確率でしか出ない演出。そうなの？徐々にでかくなってる。本当に？なんか確かにちょっと近いなっていう感じはあるけど、読めなかったらヒストリー。なるほど。夏希、部室に漫画コレクションを揃えてる間には大口叩くよね。夏希はモニカと漫画どちらともつかずの言葉を発しようとしている。漫画文学なの。あさえて敗北して夏希はどさっと席へ戻った。なんか平行感覚が狂い始める。ごめんなさいルミネさん、あなたがここに慣れてくれることを優先しますから。ユリは夏希に失望の眼差しを向けた。それよりこれで部員になったことですし、何か本を読み始めてみるのはどうですか？それはまあ拒否はできないよな。ユリの言う通り俺はもうここの部員だし、だからそういうのならその通りにするべきだろうな。待ってください。そういうつもりで言ったわけじゃないんです。嫌だったのなら今言ったことは忘れてください。いや、違うんだユリ。俺はちゃんとこの部の一員になりたいんだ。この辺り違うか。だから読書に慣れていなかったとしてもユリがそう言ってくれるなら喜んで本を読むよ。本当にですか？私はただ私も副部長ですし、あなたが気に入りそうなものを探すのがその務めだと思いまして。ユリはカバンから本を一冊取り出した。仲間外れだと感じてほしくなくて、ルミネさんが楽しめそうな本を選んでみました。短編なので普段本を読まないルミネさんでも集中力が途切れにくいと思います。それにほら、もしできたら話し合ったりできればと。これはなんだか急にこいつが可愛く。能天気。この中の主人公だけはいつまでたっても能天気。それに読書に慣れてない俺が気に入りそうな本まで見繕ってくれて。ユリありがとう。絶対読むよ。俺は心を込めて本を受け取った。ご自身のペースで読み進めてくださいね。あなたの感想楽しみにしてます。戻った。平行感覚が戻った。確かにここからするとだいぶ傾いてたんやな。やっとみんなが一段落落ち着いたところで、俺はモニカからの部活らしい指示があるのを待った。だがそういうわけでもないようだ。ユリはすでに本に顔を埋めている。この瞬間を待ってたかのような彼女の真剣な表情につい目がいってしまう。一方夏希はクローゼットを物色している。夏希の苛立った声が部室のクローゼットから聞こえた。何かに怒っているようだ。もし手が必要ではあればと思い、俺は彼女に近づいた。ここね、前回だったらラッキースケベ的なドキドキ展開でしたけど、果たしてその中で探し物か？モニカのクソこんなんだっけ？こんなんだっけ？夏希ちょっと壊れてる。あいつ絶対に私のものを元の場所に戻してくれないんだもの。ちゃんと整理してるのに誰かさんのせいですぐごちゃごちゃになっちゃうから意味ないじゃない。夏希は積み上げられた本や箱を棚に収めていく。漫画か。あんたも読むんでしょ？たまには。漫画とは相手をよく知るまでなかなか打ち明けられないような趣味の一つだ。っていうか、なんで知ってるんだ？
いつだったかあんたが話してたのを聞いたから。それになんか顔に書いてあるし。どういう意味だそれは。そうか。様々な本や漫画の山の間に一つだけポツンと置いてある漫画を見つけた。気になって俺はその漫画を引っ張り出してみた。こんなんだったか。あった。夏希がそれを引いたくる。夏希は中に漫画が並んだ箱を開け、それを漫画の列のちょうど真ん中にしまった。これでよし。綺麗に本が並んでるのに一つだけ欠けてるのを見るとどうしても気になっちゃうんだよね。それはわかる。俺も近づいて夏希がうっとりと眺める箱の中を見てみる。パーフェクトガールズ？人生で一度も聞いたこともない作品だ。この辺はね、同じ感じだね。偏見の目で見るならあの窓ガラスの外から見てなさい。夏希は教室の扉を指さす。偏見とかじゃない。まだ何も言ってないだろう。あんたの言い方でそう感じたから。でも一つだけ教えておくわ、アルミね。表紙でハンダダダダダダダ。ハンダ付けハンダ付けしちゃうのかな。明らかにおかしいよ。こっちは普通に読める。これは文芸部直々の教えだと思いなさい。本を表紙で判断しないことよ。おびゃー。むしろなんだい。夏希はパフェガールズの一巻を箱から引っ張り出した。あれがどういうことか教えてあげる。そしてそれを俺の手に押し付けた。おい、俺は表紙を眺める。ダダダダダーってね。持っていけってね。たまに心臓悪い描写が挟まるけど、なんかファイルの破損的なあれ。そこにはカラフルな衣装をまとった4人の女の子がアニメっぽいポーズをとっている。非常に萌えだ。立ってるんじゃないわよ。夏希は俺の腕を掴んでクローゼットの中から引っ張り出した。影くん、コンアルケミー、ドキドキ文ゲーム、ネタバレ踏んじゃうと遊べない系のゲームですけど大丈夫ですか？今2周目です。なんかゲームが壊れてます。そして彼女は窓際の壁を背に床に座り込んだ。すぐ隣の床を手でトントン叩き、俺にそこに座るよう合図する。椅子に座った方がいいんじゃないのか？そう言いつつ俺も隣に座る。椅子じゃダメ。それだと同時に読めないでしょ。なんで？まあ確かにこうした方が近づけるか。言うんじゃないわよ。気まずくなるでしょ。夏希は腕を組むと床を滑って離れてしまった。悪い。俺もまさかこんなに接近することになるとは思わなかったが。嫌というわけではないが。俺は漫画を開いた。しばらくすると、夏希は俺に気づかれまいとゆっくり近づき、元の場所まで戻ってきた。俺の肩の横から覗き込む彼女が俺よりも読み始めるのを楽しみにしているのがわかる。冒頭読むのもずいぶん久しぶりね。時々前の方を読み返したりしないのか？そんなにしないわね。前回読み終わったらたまにするくらいかしら。それより、ちゃんと読んでるの？読んではいるが、話に大きな展開が起きてないからまだ会話することはできている。仲のいい女子高生たちの話のようだ。よくある日常系ってやつだ。話の筋がなくても面白い作品は稀だから最近は読まなくなってしまったジャンルだ。可愛くて安心した。可愛い、大丈夫、可愛い。このままじゃお前は退屈しないか？しないわ。俺がこんなを読んでるのを見てるだけなのに。キャワワだね。可愛い。ちゃんとよかった、可愛くて。それでいいわ。そういうのなら。好きなことを誰かと共有するのって結構楽しいのかな。俺も好きな作品を友達に勧めてそれを読み始めてくれたら嬉しくなるし。そういうのあるだろ？ないか？私はよくわからないというか。なんだ？友達と漫画の話したりしないのか？あんまりしつこく聞かないでおいてくれる？すまん。
こんなの友達に読ませられるわけないでしょ。みんな漫画は子供の娯楽だと思ってるし、こんな話をしたら絶対、へえ、まだそんなの読んでるのって言われるんだから、顔殴ってやりたくなるわ。わかる。そういうやついるよな。この趣味を理解してくれる人ってそうそういないよな。ただでさえ同士も少ないのに。俺は元からはみ出し者だったから似たような人間が次第に周りに集まってきたけど、お前みたいなのは大変だと思うよ。まあそれで大体合ってるわ。どの部分がだ？自分の部屋に置くことすらためらうもの。パパに見つかったら、パパに見つかったら死ぬほどボコボコにされるし。パパ、パパ、パパ、そうだよな。夏希のパパはちょっと不穏な感じしてたけど、束縛だけじゃないのか。門限が厳しいみたいな話はあったけど、ただの過保護じゃなくって殴るのか。それは良くないな。部室に置いておけば安全だから。モニカのことはさておき、まあ、どうしてもあいつには勝てないみたいね。まあ、置いてた甲斐はあったんじゃないか。親にもこうやって読ませてくれてるんだし。でも何の解決にもなってないじゃない。そうかもしれないが。でも楽しんでるんだろ？それがもういいでしょ。続き読むの？読まないの？はいはい。俺はページをめくった。時間が過ぎていく。夏希は異様に静かになってしまった。ちらっと彼女の方を見てみる。どうやら眠ってしまいそうな様子だ。あれ？おい、夏希。何？夏希？こんな展開あったっけ？ないと思うんだけど。そうやって突然夏希は俺の方へ倒れ込んできた。おい。なんで言ってる？あらあらじゃない！お前だ！あらあらじゃない！なんで夏希壊れちゃったの？夏希が壊れちゃったよ。音もやだ。顔。モニカ、あら。夏希大丈夫じゃないと思う。全然大丈夫じゃないと思う。夏希、どうしたんだろう。夏希。夏希、ほら。プロテインバー？プロテインバーで治るのか？そのバグは。バグってるよ、このゲーム。すぐさま包みを破り取った。今、何か、モニカプロテインバーのようなものを取り出し、それを夏希の方に放り投げた。それを見た夏希の目にパッと光が戻った。床に落ちたバーをひっつかみ、すぐさま包みを破り取った。進むのが怖え。だから普通に喋れてる、夏希。倒れたんじゃなかったのか、夏希。読みますか。だからそういうのを渡すなって言い終わる前にそれを口に詰め込んでしまった。安心してルミネくん、あの子は大丈夫よ。
たまにああなることがある。たまにああなることがあるんですか？そんなことがあっていいんですか？だからあの子のためにいつもカバンにお菓子は入れてあるのよ。お菓子で治るんだ。I see. 腹減ると受けてみたいに、そんな女の子があってたまるか。全然受けてたのに怖かったし、穴広かったぞ。それより、今日もみんなで塩を見せ合いましょうか。この流れで塩？まあ平穏な BGM だこと。ちょっとたまにはゆりとか行ってみる？ねえ、たまにはゆりとかから行ってみましょうか。ゆりは塩を見つめている。もう1分は経ったんだが、すでにやめ終わってもいい頃だ。すみません。喋るのを忘れていました。いいよ、無理しなくても。違います。ただ、私の考えを表す言葉を探しているんです。ちょっと待ってください。よし。詩を書くのは初めてなんですよね。そうだな。なんでそんなこと聞くんだ？ただ確認しただけです。読んだ後にもしかしたらそうなのではと思いました。つまりそこまでひどかったってことか。違います。声が大きかったでしょうか。本当にすみません。ゆりは両手に顔を埋めている。もう数分経っているというのにまだ何も話せていないという事実にどうしても気を取られてしまう。ゆりは新しい人になれるまでしばらく時間がかかるようだ。全然気にならなかったから。それで何言ってたんだっけ？はい、ですね。新しい作家にはちょっとした癖が見られるんです。私自身にもその癖があったからわかるんです。一番よくあるのが堅くなに表現方法を押し通そうとすること。言い換えればテーマと文体を別々に選んでしまい、その2つを混ぜ合わせようとするんです。その結果、文体と表現力の両方が弱くなるんですよ。ゆりは話の流れをつかんだらが態度が完全に変わるみたいだ。彼女のどもりは完全になくなり、専門家のような話し方だ。けれどもちろん、それは非難されるようなことではないんです。簡単な詩を書くのでさえ、多くのスキルやテクニックが必要ですから。それらを習得したり磨くことより、うまく合わせて使うことが一番難しいんです。あなたにとっては時間がかかるかもしれませんが、練習したり、お手本から学んだり、新しいことに挑戦し続ければきっと身につきますよ。それと、他の部員から有益な意見をもらえるといいですね。なつきちゃんはちょっと見方が偏ってますけど。偏ってる？どんな風に？気にしないでください。あまりこうやって他の人の話をするものではありませんね。ごめんなさい。大丈夫だよ。ゆりは俺かなつきに謝ってるのか、それとも自分自身に謝ってるのかわからなかった。そろそろお前の詩を読んでもいいか？はい、お願いします。この作品を作った思考過程について話し合いたいですし。ゆりはまるで滅多にない機会が訪れたかのように満面の笑みを見せる。これはこれで不思議なんだが。だってここは文芸部じゃないのか？普通の詩だ。よかった。前回の夏希の詩が完全にさ、病んでたから、どうしようかと思ったけど。灯火の下の幽霊。絡みつく私の髪が琥珀色の灯火に照らされる。光。まさにこれだ。時という試練に耐え続けた最後の街灯。いつかは病的な青緑の色調に置き換わる最後の。浸る静かに。現代の空気を吸いつつも過去に息づく。明滅する灯火。私も明滅と同調する。これ最初に読みましたね。読んだと思う。多分内容同じです。字が汚くてすみません。そんなことも全くないぞ。読むのに時間がかかっていたので。まあ手書きの字はあまり読まないからな。でもすごく綺麗な字だと思うよ。それならよかったです。詩もすごく良かったよ。短いのに描写がいっぱいで。本当に筆記体で書かれてる。筆記体はちょっと読むの時間かかるもんね。短すぎませんでしたか？
普段はもう少し長いものを描くのですが。そんなことないと思うよ。気に入っていただけてよかったです。実は、あなたに見せるのは初めてだったので、少しマイルドに仕上げようと思ったんです。消化しやすい色と言いますか。ユリは幽霊とかが好きなのか？その種は幽霊の話ではありませんよ、ルミネさん。そうなのか？どうやらよく分かってなかったみたいだな。確かに一度見通しただけかもしれませんが、詩人は思考、感情、経験などを文章で表現するんです。詩人はいつも単にお話を書いたり、絵を描いたりする以上のことをしてるんです。例えばこの詩では、象徴的に人を幽霊としてなぞらえているんですよ。過去を手放すことができずに、唯一の安心できる場所に居残っていて、そしてもうすぐ全てをなくしてしまう。全てをなくしてしまう？なんかちょっとまた不穏な。そう聞くとすごく真面目な詩なんだな。そこまで考えてはいなかった。なんだか感動したよ。こんなの本当に大したことでは。でもそう言って思っていただけて嬉しいです。あなたもこれくらいのことならすぐに習得できるはずです。ああ、そうかもな。俺も頑張り続けないとな。信じていますよ。次に詩を見せるの。逆にモニカ行くか。やっほー、ルミネくん。どう？ちゃんと楽しんでる？ああ、うん。それならよかった。そうそう、あなたはまだ慣れていないだろうけど、部活で何か提案したいことや改善したいことが思い浮かんだら、いつでも私に言ってね。遠慮する必要はないからね。わかった。覚えておくよ。そんなの遠慮するに決まってるだろう。もう少し落ち着くまでは流れに従っていた方がよっぽど気楽だ。それはさておき、私と詩の交換する？恥ずかしいけど、そうしようか。大丈夫よ、ルミネくん。それはみんな一緒でしょ？そういう壁はこれからみんなで乗り越えていくんだもの。ああ、そうだな。俺はモニカに詩を渡す。私は好きよ、ルミネくん。本当か？思ってたのよりずっと可愛いわ。可愛い。いや、違うの。まるで夏希が書いたみたいって思って。それにあの子はいい作詞家よ。だから、これは褒め言葉として受け取ってね。まあ、モニカがそういうなら、この辺は同じですね。夏希が気になるならお菓子を持ち歩くといいわ。お？子犬のように、こんなことあったっけ？子犬のようにしがみついてくるから。夏希の夫、こんなこと、夏希のお父さん、お昼代を渡さないし、家に食べ物もろくに置かないから、そのせいであの子はよく苛立ってるのよ。これは過保護タイプじゃなくて、普通に DV タイプか。ちょっと、ネグレクト。かわいそうになってきたな。でも、お菓子作りが趣味じゃんね？お菓子作りは許されてるわけ？夏希は。そしてたまに元気が底を尽きて停止しちゃうの。さっきみたいにね。これはあくまで予想だけど、体が小さいのも栄養失調のせいで発育を阻害されてるからだと思うの。そんな話は初めて聞きました。そっか、夏希のことただ小さくて可愛いって思ってたけど、そういう理由があると手放しにこう可愛い可愛いって喜べないよね。食べ物食べるのもなかなか苦労するんだね、これは。でもその女の子が好きな男性もいるものね。それはそうなんですけど、いや、忍びない。ごめんなさい、ポジティブに考えようとしたの。そんなことより私の詩を読んでみる？心配しないです。そんなに弱くないから。その割には自信を持ってるように聞こえるな。だって自信を持ってるように振る舞わないといけないもの。だからといって必ずしもそうだとは限らないのよ。そういうものか。よし、じゃあ読ませてくれ。壁の穴。だが彼は私を見てはいなかった。混乱した私は必死に辺りを見渡す。でも私の焼けた目ではもはや色すらわからない。
誰かこの部屋にいるの？話しているの？それとも単に紙の市場？すいません。市場に詩を綴っていて、そのペンを滑らせ奏でる狂った音色が私の耳に悪さしているの？部屋に潮が走る。私に迫る。私の吸った空気が肺に到達する前に無産する。戦慄する。ここから出なければ、すぐそこに。彼はすぐそこに。恐怖を飲み込んで、私はペンを振りかざした。これはどういう抽象化か全然わかんないな。何の話なんだろう。壁の穴。何をこう、抽象化しているお話なのかが、すごくわからない。なんだろう。だがで始まるのもおかしいし、こんな詩だったっけ？こんな詩だったっけと申されても困るでござるよ。ちょっと待って。こんな詩だったっけ？待って。撮ってたっけスクショ。あ、違うちょっと待って。ちょっと待ってね。このはどれだ？ちょっと残ってたわ、データ。これだわ。ちょっとみんな一緒にさ、前の詩読む？前の詩これ。前の詩はこんな感じ。口うるさい住人。何も見えない。いや、わかんねえ。モニカの書く詩わかんねえ。極度に抽象化されすぎていて、ちょっと理解が追いつかないでございますね。はい、ありがとうございました。続編、そう、ダガから始まってるからそんな感じはしますよね。とても自由な書き方だとでも言えばいいのかな。俺はこういう感じを言うのが苦手で。いいのよ。最近はこういう書き方をよく見かけるようになったのよ。つまり、言葉や行の間のタイミングを強調する詩が増えてきているわけね。声に出して読み上げるととても力強いの。この詩は何かから影響を受けたのか？どう表現したらいいのかわからないけど、最近ちょっと悟りがあったとでも言えばいいのかしらね。それが少し影響しているわ。悟り？そう、そんな感じ。まだそういう深い話をするにはちょっと緊張しているから、みんながもっと仲良くなってからね。それより、本日のモニカちゃんの執筆アドバイス。詩や物語を書いてる最中につい細部にまで執着しちゃうかもしれないけれど、完璧に仕上げることにこだわってしまっていては全然先に進まないわ。とりあえず紙に書いてから後で片付ければいいのよ。これについてもう一つ考え方があるわ。ずっと同じ場所にペンを構えていてもできるのはただの大きなインクの溜まりだけ。とにかく手を動かして流れに乗ろう。以上、本日のアドバイスでした。ご清聴ありがとうございました。というわけで夏希。よし、まずは気に入らないとこから指摘していくわ。まずそうね。夏希は俺の詩を読み返す。やっぱり今回は何も言わないでおいてあげる。それだと詩を見せ合う意味がないじゃないか。下手な考え休むに似たりと。そうかな。せっかくこれを書くために時間を割いたのに。それにお前の詩を読んでみたいって言ったの覚えてるだろ？これを書いてる時に考えたんだけど、お互いのことをもっと分かり合う助けになると思うんだ。モニカが言ったようにさ。あんたの詩が本当にひどかったら詩を見せ合うのがもっと楽しかったわよ。
あんたは何かバカな詩を見せてきて、まだまだあんたに本物の文学ってものを見せてあげるわって言うつもりだったのに。台無しじゃない。よかったわね。それはつまり気に入ったってことか？夏希は何か言い返そうとしか言葉は出てこない。あんたね、何も分かってないのね。うぬぼれた発言はよしなさいって前にも言ったでしょ。いや、言ってないだろ。そう独り言ちる。俺は夏希に嫌われてんのか？詩を気に入られたのがいいことだったのか悪いことだったのかよくわからない。なんでもいいが、とにかくお前の詩を見せてくれよ。いいわ、見せてあげようじゃない。ちょっと夏希の詩ね、心構えが必要かもしれない。行きましょう。今断ったって、どうせ後でモニカに見せてやれって言われるし。わしは飛べる。猿は登れる。コオロギは飛び跳ねられる。馬はかけっこできる。フクロウは見つけられる。チーターは走れる。わしは飛べる。人は努力できる。だけどそれくらい。そんだけ？あれ？そんだけ？そんだけ？あれ？そんだけだっけ？俺は下げる。俺くんの無能さが際立つけど、あれなんかもうちょっとさ、まあ気のせいかな。ね、あんたの好みに合わないでしょ。俺は好きだぞ。正直に言いなさいよ。言ってるぞ。なんで俺が気に入らないってそんな思ってんだ？それは、だって、高校生って小洗練されたものだってイメージしがちでしょ？だからみんな私の書くものを笑うの。けど詩を書く意義って自分を表現することだろ？執筆のスタイルがどうであれ、伝えたいことの正当性とは関係ないだろ。その通りよ。私は読みやすくてガツンとくるものが好きなの。この詩みたいにね、周りのみんながうまくいってるのを見るとなんだか落ち込んだりするから、そのことについて書こうと思ったの。わかる。それにシンプルな文章のいいところは言葉遊びに重点を置けるってところね。例えば私の詩も最後は韻を踏むように見せてわざと崩してみたり、そうすることで最後の一行から感情を引き出せるのよ。言われてみればそうかもな。俺が思ってるより丁寧に作り込んでいたんだな。それがプロのやり方ってもんよ。一つ学べてよかったじゃない。最年少の部員からは意外な収穫だったでしょ。まあそうかもな。最後の一言で彼女の機嫌を取ってやることにした。俺からしてみれば年齢なんてどうでもいいのだが、夏希が誇らしげなら別にそれでいいだろう。夏希は自分の詩の説明が分かりやすい。確かにね、詩の内容自体も分かりやすいし、こういう意図で書きましたっていうのもしっかり説明してくれたね。BGM キモい BGM キモい BGM キモい BGM キモい。絶対音外してるもん。部屋を見渡してみる。これで全員かな。思ったよりプレッシャーが大きかった。これで全員なのか。そうか。まるで俺の文章力の平凡さを査定されているかのような。いいように言ってくれてたとしても、俺の詩がみんなの出来に届くはずがないのだ。なんてったって文芸部なのだから。ため息をつく。俺が首を突っ込んだのはこういう場所だったようだ。部室の反対側ではモニカがノートに何かを書き込んでいる。ゆりと夏希に目をやる。彼女らはそろそろと紙を交換し合い、それぞれの詩を見せている。だって BGM 今明らかに音外してたでしょ。キモかったよ。並んで詩を読みながら2人の表情が変わっていく様子が見て取れる。夏希は苛立ったように眉間にシワを寄せる。一方ゆりは悲しそうに微笑む。なんなのよこの言い回し。何か言いましたか？いや、なんでもないわ。夏希は持っていた詩をそっけなく片手で机の上に置いた。洒落た感じなんじゃない？ありがとうございます。あなたのは可愛いですね。可愛い？まさか何を象徴しているのか何にも気づかなかったってわけ？どう見たって諦めの心情についてでしょ。どうしたら可愛く見えるのよ。わかってます。ただ私が言いたいのは、その言葉選びとか、昨日聞いたことを言えたらよかったんですけど。
はぁ、つまり、昨日聞いたことを言うのにそんなに苦労する作品だっていうのね。結構。でも気なんて全然聞いてなかったわ。いくつか提案したいことがあるのですが。気に入ってくれた人の提案なら聞いてあげないこともなかったけどね。実際そういう人はちゃんといるんだし。モニカとか。それにルミネだって。そもそも私からもぜひ提案したいことがあるわ。まずね、すみません。せっかくなのですが、この文体を確立するために、私は長い時間をかけてきたんです。心を突き動かす何かに出会わない限りはしばらくこのまま変わらないと思います。そういうものにはまだ出会えてないのですけどね。それに、レミネさんは私の詩も気に入ってくださったみたいですよ。感動したとまで言ってくださいましたし。夏希は突然席を立った。何よ。ゆる言ってば、新入部員とお近づきになりたくて必死だったなんて気がつかなかったわ。そういうわけでは。あなただって、ゆりも同じように席を立つ。あなただってルミネさんがあなたより私のアドバイスを尊重したことに嫉妬してるんではないですか？ポエムパニックポエムパニックなんだ。今、二人はパニックなんですね。で、どうやって私のアドバイスよりありがたがってるってわかるのよ。調子に乗りすぎなんじゃないの？私は調子に乗っていたのなら、私だってわざとらしくぶりっこしてますよ。じゃあ言うけどね、ルミネが入ってから突然胸をワンサイズ盛り出したのはどっちよ？ Oh my god。なつきちゃん、それ気づくってことはなんか声質一緒だったりしたのかな？よく目測でわかるな。なつき、それはちょっと部外者は黙ってて。自分に自信がないからとそうやって他人に八つ当たりして見た目通り。Oh my gosh。幼稚なんですね、なつきちゃんは。私、やだ。やだ。誰がそんなこと言ってるのかしら、この中二病女。中二病？中心年齢が低いあなたには到底理解できない生活でごめんなさいね。BGM！ ミネちゃんよ。私の言う通りじゃない。中学を卒業する頃には大体みんな落ち着くのに、自分を正当化したいならその胸かす悪い態度を現そんなこまで言わなくていいんじゃないでしょうか。そこまで言わなくていいんじゃないですか。気がだってぶりっこしたってその最悪な、そこまで言わなくていいんじゃないでしょうか。ぶりっこじゃないと思います。ぶりっこじゃないと思います。平視すぎるところからしか可愛げがないですが、中二病が悪化しすぎて自分まで気に入らない。中二病とかも互いを尊重して、私が自傷行為をしてると疑ってるんですか？頭いかれてるんじゃないですか？ほら、もっと言ってみなさいよ。あんたの本性をルミネに全部聞かせなさい。いや、いいから、落ち着けって。全部聞かせるとか、そんな関係じゃないから。そしたら、この後あんたに首丈になってるんじゃないの？突然、ゆりは俺がそこにいることに今気づいたようにこちらへ振り向いた。ルミネさん、この子が私の印象を悪くしようとしてるだけなんです。いいから、仲良くして。いいから。違うでしょ？そっちが始めたんでしょうが。ヒストリーないし。やだ。2話目壊れちゃうよ。なんか今一瞬字が流れて書き物として俺が選ぶのはどうのこうのみたいな。ごめん、なつき。なつき。近い。ゆりなのか？どっか、それ以外のボタンはないのかい？なんでこんなことになってるの？嫌なんだけど。近いです。
夏希にだんだん近寄ってる。モニカなんでモニカ？モニカは選択肢あるんだけど、モニカモニカなええっとねえルミネくん、モニカがなんか突然話しかけてきたんだけど、私たちはちょっと外に行かない？やだ、俺は夏希を選ぶ。夏希選びたかったんだけど、後ろのやつ選んでもダメでした。はあ、何だったんだっていうか、そこで介入してくるモニカってやっぱなんかちょっと別の次元の存在というかさ、なんかちょっとモニカなんかさ他の子と違うよね。さっきはごめんなさい。二人ともあなたを巻き込むべきじゃなかったのに。私たちはかからない方がいいと思うわ。二人が怒鳴り終わったら戻りましょう。私も大した部長よね。部員をちゃんとなだめることすらできない。はあ、なだめるとかそういうレベルの話だったかあれは。そのまま中決裂しそうなぐらいだいぶやり合ってたけど。もっと自己主張できるようになりたくなることはあるけど、他人に対して強く主張する気がどうしても起きないの。分かってくれるわよね。それより、これで部員たちと距離を置きたくなったならそれでもいいわ。その代わりに私と一緒に過ごすのは大歓迎だけど。突然夏希が部室から飛び出してきた。夏希が泣いちゃってるよ。なあ、何もそこまで言わなくてもよかったもんな。夏希。あら、まあ、どうやら終わったみたいね。あんなつもりは。ユリア、座って両手で顔を隠しながら前後に揺れ動いていた。泣きっ面にモニ。モニカ、ちょっとなんかね、ありそうですよね。喧嘩泣いたら負け。そうかな？泣いても負けじゃないですよ。喧嘩はどっちかが納得するか折り合いをつけるまで終わらないですよ。ユリ？あんなつもりはなかったんです。信じるよ。あの後ユリが夏希に何を言ったのか全く想像がつかない。何をしたのかも。ナミエさん、嫌いにならないでそこはちょっと自己中かな。嫌いにならないでじゃなくて、ごめんなさいでしょ、まずは。何嫌いにならないでが最初に出てくるんですか？それはね、ちょっとより良くないところです。お願いですじゃないよ。私こんな人間じゃないんです。でも自分から出たものは全てその人間性たるものだと思いますけどね、僕は。ね、たとえこう突発的に口に出してしまった言葉だとしても、その軽はずみさも全て含めてあなたなんじゃないですかねって思うんですけどねえ。今日の私は何かおかしいんです。大丈夫よユリ。あれがあなたの本心じゃないって分かってるわ。それに夏希も明日には全部忘れてるわ。完全にね。怖いこと言うな。それより今日の部活は終わりだから帰ってもらってもいいわよ。ユリは何か言いたげにこちらを見るが、モニカの方もチラチラ見ている。先に行ってください、モニカちゃん。もう少しここにいたいので。部長は私なんだから私が最後に出ていくべきよ。気が済むまで待ってるから。でしたら私も副部長ですから、今日はその責任を果たさせてください。ユリはまるで私にいてほしくないみたいだけど。違います。違うんです。私はただ、ルミネさんと本についてまだ話し合えていないので。なるほど。モニカちゃんに聞かれるのが恥ずかしくて。私に選択肢はないみたいね。ご迷惑をおかけしてすみません。
ないよ。てかおかしくない？なんでここではあ、理解してくれてありがで終わってんだけど。Oh my gosh。マジ？ここで死に入るのおかしくない？絶対おかしいと思う。っていうかどうしよう。どうしよう。これさ、どっちかを選んだら、今さ、この子たちめちゃくちゃ追い詰められてるわけじゃん？これ、どっちか向けにさ、書いたらどっちかがさ、なんか、もう言ってしまえば死ぬんじゃないかって思っちゃうんだけど。思いすぎかな。このタイミングで詩書いてさ、どっちかに向けてのやつだったら、絶対次、心が苦しいです。言い争いのヒストリー。言い争いのところは、もう遡れなくなっちゃった。確かにね。さっきのあそこどうなってたんだろうね。とりあえず、まあ、選んでいくか。なるべく半々になるように僕は選んでいきます。半々ね。あ、愚か、こっちなんだ。じゃあもう一回。で、ここでもう一回選んで、夏、哲学、マシュマロ、洞察、ハート、白チューム、ミルク、何これ？丸々って何これ？何この選択肢？ダメ？違う？ぴょんぴょんしない。ぴょんぴょんしない。音もやだ。何だったんだ今のは。一日が過ぎ、部活の時間がやってきた。ここ数日でいくらかこの場所も居心地が良くなってきたように思う。部室に入るといつもの光景が俺を出迎えてくれる。こんにちは、ルミネさん。よう、ユリ。俺の気のせいなのかもしれないが、ユリの表情からして、昨日の口論の重苦しい空気は残ったままだ。ユリは肩越しに部屋の中を見渡す。夏希は机で漫画を読んでる。夏希よかったし、生きてる。夏希が生きててくれてるだけでもう嬉しい。そして驚くべきことにモニカはまだ来ていない。すると急にユリに腕を引かれ、部屋の隅へと連れて行かれる。昨日のことなんですが、私謝らないといけません。あんなこと今までなかったんですが、
何かに支配されたような感じで、どうかしてたんです。私たちがいつもあんな風だとは思わないでください。私だけのことではなく、夏希ちゃんについても。ゆりが丁寧に謝ってくれて嬉しいよ。そんなに心配しなくても大丈夫だ。まだ俺は入部して少ししか経ってないが、それでも昨日は何かがおかしかったっていうのはわかる。血を見せ合うなんて初めてのことだったから、みんなちょっと神経質になってたんだろう。何にせよ、それでゆりのことを嫌いになったりはしていない。もう俺はゆりが悪いやつじゃないって確信を持ってるんだ。謝ってもくれたし、本当にそんなつもりじゃなかったんだってことがよくわかった。ああ、ルミネさん、そう言っていただけるなんて、とても嬉しいです。あなたが理解ある方で本当に良かったです。それに、あなたが入部してくれたこともすごく嬉しいんです。あなたがいるだけで世界が明るくなって。ごめんなさい。私、おかしなことを言ってましたか？私は、ただ、ねえ、モニカ見なかった？いや、見てないな。俺もどこにいるのかと思ってたんだが。そう。あんたも知らないんでしょ、ユリ。ユリは夏希のあまりにも平然とした態度にあっけに取られてしまっている。知りません。違う。全く、モニカにしては珍しいよね。まさかとは思うけど、少し心配になってくるじゃない。何？なんでそんなにこっち見てるのよ。夏希ちゃん、昨日のこと、私、謝りたくて、私が口走ってしまったことは全部本心なんかではないんです。今後は自分自身をコントロールできるように努力もしますし。だから、ゆり、あんた何の話してるの？昨日あんた何かしたっけ？まあ。あんたがどう思うと何もなかったわよ。私には何か悪いことがあったなんて記憶はないし。あんたは小さなことを気にしすぎるタイプだもんね。本当に忘れてんのかな？どういうセーブデータ的な？忘れちゃってるよね。でも、まあそれであんたの気がするならその謝罪とやらを受け入れないでもないけど。それに今までずっと嫌われてたんじゃないかって不安だったから、そういうことが聞けてよかったわ。夏希優しいで済むのか？昨日のことちゃんと覚えてたら、こういう返答は夏希からは絶対に出てこないと思うわ。はい、本当に、あなたのこと嫌ってなんかいません。まあ、あんたもちょっと変わってるとこあるけど、私もあんたのこと嫌いじゃないわよ。夏希は俺の方へ向き直る。あんたはまだ信用ならないけどね。おいおい。突然ドアが放たれた。ごめん、本当にごめんなさい。来たな。遅れるつもりはなかったの。心配かけちゃったかしら。いや、まあ、夏希は心配してたけど。してないわよ。ところで、どうしてこんなに遅れたのよ。最後の授業が自習だったから、時間のことはちょっと忘れちゃってて。それにしたって納得はできないんだけど。チャイムの音ぐらいは聞こえたはずでしょ？ピアノの練習をしてたから全然聞こえなくて。ピアノ？モニカちゃんが音楽も上手だなんて知りませんでした。そんな大げさよ。しばらく練習はしてるけど、本当にまだ大したものじゃないから。だとしても、それはひたむきな熱意がなければできないことです。その情熱には心を打たれます。なんだかありがとう、ゆり。そのうち何か弾いてみなさいよ。それは、モニカは俺を見る。今作曲もしてるんだけど、それもまだできてないし。もう少し上手くなったら、ね。それはすごいな。楽しみにしてるよ。そう？だったら、エミネ君をがっかりさせないためには頑張らなきゃ。モニカは優しく微笑む。別にプレッシャーかけようとかそういうつもりじゃないんだ。心配しないで。何にせよ、ルミネ君にも披露してみたいとは思っていたし。この辺の話、一連全部この日になってからのストーリー全部違うね。
そういう気持ちのおかげで最近練習は頑張れてるってところもあるもの。そうか。モニカの言う披露したい相手が文芸部全体なのか、それでも俺だけなのかはよくわからないが、そういうことなら頑張ってくれ。ありがとう。それで私のいない間に何かあった？いや、何も。俺たち3人が話してたことについては何も言わないことにした。それに夏希はすでにクローゼットの中へ入っていってしまってる。ルミネさん、あなたに褒めていただけたことでとても幸せな気分になれたので、今日も2人で一緒に過ごすことができればと思ったのですが、もちろん部活での話ですよ。ああ、そうだな。本まで貸してもらったことだし、嫌とは言えないよな。でも、その前に、夏希が俺のこと待ってないから確かめないといけないな。昨日、潮読みあった後、夏希ちゃんは大丈夫です。向こうで本を読んでますから、ね。怖え怖えよヤンデレチックになってきたよ。あまりあの子について考えないでください。なんでそんなひどいこと言うの？無視されることに慣れてますからって。だとしても、僕たちがそれは良くない。行きましょう。あちらです。どういう話なんだ？そうですね。本の表紙に目をやる。本のタイトルはマルコフの肖像。マルコフの肖像。実際にありそうですけど、どうなん？表紙にはまがまがしい雰囲気の目のシンボルがある。コウコさん、コアルケミ来てくれてありがとう。2週目なんですけど、一応ネタバレ踏んじゃうとなかなか遊ぶのが難しいゲームなのでご注意ください。あと、不安とかうつ病とか、ドッキリ系の描写とか、ホラーとか、もろもろ苦手な方は、ちょっと、うってなっちゃうゲームかもしれませんので、ご了承くださいね。はい、2週目の2日目かなです。3日目？表紙にはまがましい雰囲気の目のシンボルがある。簡単に説明すると、とある宗教のキャンプが人体実験の監獄にされてしまうお話なのですが、マルコフの肖像、ちょっとメモっとこう。マルコフの肖像。いや、どうだこれ。ちょっとドキドキ文芸部の話しか検索で出てこないから検索するのやめた方が良さそうですね。はい。さて。そこに収容された人々は血を良くする殺戮マシンになってしまう特徴があるんです。でも状況は悪化の糸をたどって繁殖をするために特定の人々が選ばれると、種子を切断してそれを貼り付ける場所が、そこまで言うとネタバレになってしまいますね。ずいぶんグロッキーなものを読んでるね。とにかくすごくハマってるんです。本にですよ。殺戮マシンになってしまう。繁殖をするために特定の人々が選ばれると種子を切断してそれを貼り付ける場所が、種子切断にという意味で誰もそうは思わないだろう。そこでそういう注釈を入れると逆になんかちょっとってなるんだけど、まるでユリがそういう実は隠してるけどそういうみたいな風に聞こえるじゃん。それってなんだか暗くないか？ユリの語り口からしていい話になると思ったから、その暗い展開はあまりに突然すぎた。ルミネさんはそういった話は好きではありませんでしたか？いや、そうじゃなくて、そういう話でも楽しめるから大丈夫だ。それだったらいいのですが。そうだった。ユリにそういう趣味があったのを忘れてた。外見はおとなしくて控えめそうなのに心の中は全く違うようだ。ただこういったお話っていつもとは違う変わった視点から世界を見るという挑戦を投げかけてくるんです。ひどい出来事が起きるのは誰かが悪になるからではなく世界は醜い人で溢れていて、どうせ私たちみんな価値はありませんから。醜い人で溢れているっていうのは理解はするけど、価値がない、
価値はあると僕は思いたいけどね。人間誰しも価値があると。突然すると突然何なんだい？私言ったら長々と。またやってしまいました。すみません。そう謝るなよ。話に飽きてたわけじゃないから。それならいいんですけど。でもこれは伝えといた方がいいかもしれません。本や文芸のことで頭がいっぱいになると、全身が本当に、全身が本当にしあれ消えちゃった。周りに配慮することは忘れてしまうんです。なのでもし変なこと言ったらごめんなさい。消えてる。あと喋りすぎていたら遠慮なく止めてください。家の錯覚だよ。そうかな。でも突然、は残ってるんだよ。でもそれは心配する必要はないんじゃないか？それって読書がすごく好きだってことだろ？なら俺がせめてできることは聞くことだ。それにここは文芸部なんだし。それは、言われてみればそうですね。っていうか、なんなら俺も今読み始めようかな。はい。強制はしませんが。何言ってるんだよ。ちょっとあの本取ってくるな。俺はカバンにしまってた本をすぐに回収した。よし、ここに座っても構わないか？俺はユリの隣の席に座った。はい。本当にいいのか？なんだか不安そうだが。それは、ごめんなさい。嫌だというわけではないんです。こういうことに慣れてなくて、誰かのそばで読書をすることに。そうか。気が散るようなら遠慮なく言ってくれ。わかりました。俺は本を開けてプロローグを読み始める。しばらく見進めてからユリの言ってたことが分かった。こうやってすぐそばで読書してると肩越しに彼女の気配を感じる。だが大して悪いことだとは思わない。若干気にはなるがなんだか落ち着く感じがする。視界の端にユリが見える。ユリは自分の本を見ていないことに俺は気づいた。俺はユリの方を向く。どうやら自分の本ではなく俺の本を読んでいるようだ。ごめんなさい。私は、今さ、私はただあなたの体温を肌で感じたみたいな何かしらが読めませんでしたか？ちょっとこれ画面から目離せないな。私はただあなたの体温を肌でおかしいな。ゆりなんかひょっとして本心か漏れてるのか？目の錯覚だよアゲイン錯覚アゲインか？ゆりっていつも謝ってるよな。そうでしょうか。そのつもりは、ごめんなさい。ではなく。こうすればいいんじゃないのか？俺は自分の机をゆりの机とくっつくように移動させ、自分の持ってた本を机と机の境目のところに置いた。そうかもしれません。ゆりはおぞおずと自分の本を閉じた。二人で少し前にかがむと肩が触れてしまいそうな距離まで接近した。俺の左手が邪魔になるかと思い、右手に持ち替えて本を開けて押さえた。でもこうするとページがめくりにくいか。でしたら。おやー、ちょっとこれゆりちゃんルート行っちゃったな。ゆりは左手で本の左端と親指と人差し指で支えた。なるほど。なかなかいい構図ですね。取っとくか。ほとばしる熱い感情が感情が漏れ出てるかもしれない。横書き。なるほどね。俺は右手で本の右端を同じように持つ。こうすることで、俺がページをめくれば、反対側へ落ちるページをゆりが親指の下に滑らせることができる。これでも距離的にさ、だいぶ近くなってない？だってさ、見て。こっち右手で持ってるわけでしょ？だから、俺っちの体がさ、こう、だいぶゆりに半分差し掛かってるぐらいな感じの配置じゃない？ねえ。これだいぶもう肩と肩触れ合っておりますがなんていうね、距離に見えますけど、いいんですかね？右から左に、そうね。あらー。しかしこの持ち方をしたことで、二人の距離はますます近くなった。ですよね。だいぶ気になってしまうほどに。
視界の端に見えるユリの顔の熱が伝わってきそうだ。そろそろ大丈夫ですか？え？ページをめくっていただいても。すまん。一瞬気がそれたというか、再度ユリの顔の方を見るとちょうど目が合ってしまった。この状況、いつまで俺は耐えられるだろうか。気にしないでください。読書にはあんまり慣れてないんですよね。もう少し時間が必要でしたら待ちますが、それくらいしか私にはできませんから。ずっと気長に私に付き合ってくださってますし。ありがとな。俺たちは読書を再開した。ユリはページをめくるか聞かなくなった。先にユリが読み終わるだろうから俺が自分のペースでめくるようになったからだ。第一章を静かに読み進める。それでもページ一つめくる動作も親密なものに感じてならない。俺の親指がゆっくりとページを離し、ひらひらと反対側まではためかせ、ユリの親指はそれを指元で押さえる。なあ、ユリ。変なことを言うかもしれないが、この主人公ってちょっとユリに似てるよな。いえ、私はこの主人公には全く共感できません。全く。そうなのか？自分の発言について後からあれこれ考えるとことか、それっぽいと思ったんだけどな。そういうことでしたか。ごめんなさい。てっきり他の特徴の話をしているのかと。他の特徴？主人公とか、主人公だから、あれかな。ちょっと他の人に恋心を抱いて、なんかちょっと気持ち悪いとこがあるとかそういうことなのかな。なんでもありません。まだそこまで読み進めていないのに、なぜそんなことを思ったのか。ユリ、大丈夫か？読書を始めてからユリはなんだかそわそわしている。気分が悪いなら休憩していいんだぞ。なんだか呼吸が。呼吸？ユリは脈を感じるかのように自分の両手を胸に当てた。全く気がつきませんでした。さっき説明していた本だとするとだいぶ虐殺的な残虐なやつ。私なら大丈夫です。少し水を飲んできます。それならいいけど無理はするなよ。ユリは立ち上がると大急ぎで教室を出て行ってしまった。一体何だったんだ？ルミネくん、何かあったの？いや、さっぱりだ。ただユリの調子がちょっとおかしかったよな。本当に何も知らないのね。あれがそれは否定できないと思うな。あいつのことは心配か？いえ、そうでもないわ。あの子に何かしたのか気になってね。何もしてない。大丈夫よ。信用してるから。おバカさんね。ユリはたまにこうすることがあるから驚くほどのことでもないわ。分かった。そういうのなら。それより、シノミス愛を始めない？ユリは待った方がいいんじゃないのか？ちょっと時間かかるかもしれないから先に始めちゃおうかと思って。それでも構わないかしら？俺も聞いてみただけだから。俺は立ち上がった。俺は読み進めた場所を覚えてから本をカバンの中にしまった。やってまいりました。夏希からにしよっかな。夏希。そこまでひどくはないわね。前回のと比べると期待外れとしか言いようがないわ。とは言っても、もし前回と同じくらい良かったら、それはそれでムカついてたけど。今回は前とは少し違うのを書いてみたかったんだ。でしょうね。あんたはまだ初心者なんだし、すぐに自分のスタイルが決まるとは思ってないわ。まあ、部員それぞれ文章の味は違うから、みんなを参考にしてみるといいんじゃない？例えば、今日ユリと一緒にいたのを見たんだけど。別にあんたが誰と一緒だろうと関係ないけど。だって誰にも期待するなって教わったし。だから別にあんたのこと待ってたとかじゃないし。でもせめて私の詩は読んでみなさい。やっぱり夏希待ってたんじゃん。ごめんよ夏希。いや、細すぎ。腰細っ。だって今本当に腰あるのか疑ってみちゃったわ。何か勉強できるかもしれないし。Oh my god! これって暗号だったりします？ 44 とがやたら多いんですけど、フォレフォーってなんかどういう意味？
どういう意味か、これって解読してる人とかいるのかな。エンコード、文字コードとかだったりするこれ。文字のなんかコードってあるじゃんね。ああいうやつ。はあ。さっぱり読めねえわ。解読、ね、できそうではありますね。そうなんだ。そうか。何を言ってるんだい、なつき。ルミネ。なんで今日は漫画読みに来なかったの。ごめんって。違うって、僕もなつきと漫画読みたかったよ。なんで今日は漫画読みに来なかったの？私待ってたのに。ずっと待ってたのに。今日の唯一の楽しみだったのに。なんで台無しにしたのよ。ゆりの方が好きだから。違うよー、ごめんって違うって、いや、まさかそんなこんなことになると思ってなくて、違うんです。なつきの方が好きだよ。あいつには近づかない方がいいわ。聞いてるの？ゆりなんかキモい返事だし、いや、そこまで言わなくてもよろしいと思うんですけど。なつきのこと好きでいさせてくれよ。そんな、わかってるんでしょ ?BGM、だから私と遊んで。いいじゃん。私のこと嫌いじゃないわよね、ルミネス。ねえ、雪でしゅ。出来だけど今の夏希は怖いでしゅ。私のこと嫌い。今の夏希はちょっと怖い。私が泣きながら帰っていってもいいの。よくない。部活が唯一安心できる場所なの。それを台無しにしないで。もうかからないで。わかったから、その涙をそれより私と遊んで。はい。OK です。わかりました。大丈夫です。なつきと遊びもい。私にはそれしかないの。お前、今までどうやって生きてたんだ？僕が部活に入るまでどうやって生きてたんだ？私と遊んで。BGM やだ。口何やだ。口怖い。やだ。口怖い。
先に進まない、見たくない。よかったら無理しなくてもいい。そうです、一旦セーブするか。一旦セーブするか。はあ、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 はあ。一旦これ選ぶだけ選んで、ちょっとそろそろ一日が終わるだろうから、それでちょっと見てみてもいい？いや、怖えよ怖いよもう、だって、こんなことがあった後にどうやってわかんないよ。ちょっと辛いかもしれん。ちょっと辛いかもしれん。ちょっとこの先に進む勇気が、ここを押す手がもう無理かもしれん。この先だって、この子たちがどういう反応するのかが怖いもん。モニカとまだユリいるじゃん。モニカとユリはさ、どういう反応するのかわかんないじゃん。怖えよ。これで急にさ、夏希誰それとか言われたらもうこの子たちの中ではどういう認識にされるの今のは。わかんないんだけど。怖えよ。はあ、ちょっと、今日一旦終わるか。1時間半やったし、今日一旦終わるか。ちょっと精神、これ以上やると精神に支障が出るかもしれないので、すでにちょっと若干心折れてるんですけど、一旦ね、てかさ、ヒストリー見たくない。ちょっとヒストリー見てみる？怖いけど。私と遊んでって夏希が言ってる。夏希の履歴はここにまだある。はあ、よしよし、セーブしたね。モニカ、うん、終わるか。一旦終わっとくか、ここで。ちょっと2週目今日中に終われなかったの悔しいけど、ちょっとメンタルのケアをここでしたいと思います。クラクラする。なんかもう泣いて酸欠で、なんか過呼吸でクラクラするわ。でもすげえゲームだな、ドキドキ文ゲーム。そりゃみんながこぞって見に来るわけだ。はい、見守っていただいてる皆さんありがとうございます。引き続きちょっとそうだな、また早くて5日後、まあ遠くて10日以内ぐらいには次の配信をやりますので、また見に来てもらえると嬉しいです。どうなっちまうんだこれ。どうなっちまうんだこれ。わからないんですけど、はい、次回も覚悟しておこうと思います。ちょっとさ、待ってこれメニュー戻るのメニュー戻るのも怖えよ。どれだメニュー戻るのも怖いんですけど、あれ夏希まだいる。夏希はいます。はあ、そうなんだ。じゃあどうだろう。この先の展望にもうちょっとだけ希望が見出せたりするかもしれないね。夏希はまだいる。エンドって文字が見えた気がするけど、まだ終わってない。ね、続きが気になるところでございますが、はい、次回をお楽しみに。というわけで、本日もお付き合いいただきありがとうございました。次回また3日後ぐらいかな、多分日曜日とかになるんじゃないでしょうか。木、金、土、そうね、日曜日ぐらいに配信するかもしれないし、気まぐれクッキングということで、よろしくお願いします。はい。夏希 is here! イエーイいるぜよかったよかったこれだけでね、ちょっと一つ安心になりました。というわけで、皆さん、オツアルケミードッカーン実験終了ありがとうねバイバーイ待機画面どこ？ここか。よいしょ、行きまーす。
はい、今日来てくれた方ね、マイドリップさんも、ヤミさんも、ココさんも、あとは、ダニエル・シンさんも、来てくれてありがとうございました。途中でね、来てくださった方々、ね、ふぶきさんだったりとか、あとね、アイリさんも来てくれてたね。アイリさんも、あと、カズネさんもね、コメント、ちょっと、めちゃくちゃ途中、やばいところで、カズネさんがいらっしゃったので、僕の情緒の不安定なせいで、カズネさんのコメント読めてなかったんですけど、はい、来てくださってありがとうございました。あ、ふとしさんも途中来てくださっていたんですね。ありがとうございます。影くんもね、来てくれてありがとう。そんなところでございますかね。あ、ふとしさんっていうか初コメなのに読めてなくてごめん。肥大感ふとしさんでよろしかったんでしょうかね。ごめんね、コメント読み飛ばしちゃって。ちょっとあまりの展開に僕の脳が処理ができてなかったです。すいません。ね、また次回もあるのでね、来ていただけたらと思います。よろしくお願いします。では、オーツ、アルケミー、またねー。